おはようございます。桜井です。今日も暗号資産市場の最新情報をお届けします。XRP の重要局面、ドージコインの大幅下落、そしてビットコインとイーサリアムを含む市場全体の動きまで一気にお伝えしていきます。XRP の上昇基調になっていましたけれども、下落となり重要なサポートラインを試す展開です。ドージコインも世界的な規制不透明感の影響を受け大きく値を下げています。さらにビットコインやイーサリアムを中心に市場全体も調整局面に入っています。では具体的な内容を解説していきたいと思います。まずは XRP の最新動向です。8月12日の午前に一時 3.32 ドルまで上昇しましたが、その後は利益確定の売りが優勢となり、現在は 3.13 ドルから 3.15 ドル付近で推移しています。過去24時間でおよそ 2% から 3.3% の下落です。今回の動きの背景には SEC との長期訴訟が正式に終結したことがあります。この和解によって規制面での不透明感が解消され、機関投資家の取引参加や流動性の向上が進んでいます。ただし短期的には大きな上昇の反動として利益の確定の売りというのが出やすい状況で今回下がってきております。テクニカル面では 3.13 ドルから 3.15 ドルが主要なサポートラインとなっています。このラインを割り込むと3ドルや 2.9 ドル付近までの下落する可能性が意識されてきます。一方で上値は 3.27 ドルから 3.35 ドルがレジスタンスとなっていて、このレンジを抜けられるかどうかっていうのが次の焦点となっています。市場心理としては短期的な利益の確定を狙う動きと、中長期では規制リスクがなくなったことで強気に備える投資家の動きが拮抗しています。この攻防がどちらに傾くのか、今後数日の値動きに注目です。続いてはドージコインの最新動向です。現在の価格は 0.22 ドル付近で推移していて、過去24時間でおよそ 5% から 7% 下落しています。直近の高値は 0.239 ドル、安値は 0.221 ドルとなっています。背景には世界的な規制不透明感や貿易摩擦の激化があり、仮想通貨市場全体でリスク回避姿勢が強まっています。これに加えて、大口投資家や機関投資家による利益の確定の売りが進み、短期的な買い戻しの勢いは限定的です。テクニカル面では 0.238 ドルが主要なレジスタンスとして何度も上昇を阻んでいます。下値は 0.223 ドルから 0.226 ドルのサポートが意識されていて、このラインを維持できるかどうかっていうのが今は重要となっています。もし 0.25 ドルを突破すれば 0.28 ドルから 0.36 ドルまでの上昇余地が期待されますが、現状はボラティリティが低下し、レンジ内での推移が続いています。また24時間の取引量は約25億から28億ドル規模に増加しています。一時的な買いも入った場面もありましたが、その後すぐに売り圧力が強まり、値動きは上値の重い展開となっています。では、ここからは暗号資産市場全体の動きを見ていきます。市場全体の時価総額は約 3.96 兆ドルとなり、過去24時間で 2.5% 以上下落しています。利益確定の売りやアメリカの CPI の発表を待ち、さらにトークンアンロックによる供給増加が重なり、全体的に調整ムードが広がっています。まず、ビットコインから見ていきましょう。一時は12万2000ドルを超えましたが、そこから約 2% 下落し、現在は11万8000ドル台で推移しています。短期的には11万8000ドルが重要なサポートラインとなっていて、この水準を維持できるかどうかが注目されています。次にイーサリアムです。こちらは一時4318ドルまで上昇し、年初来高値を更新しましたが、その後に 0.7% 下落し、現在は4300ドル付近で推移しています。ETF への資金流入額が過去最高を記録したことが強い買い材料となっていますが、短期的には4300ドルがサポートとして意識されています。市場全体ではアメリカの CPI の発表やアメリカの利下げ観測が今後の方向性を左右する可能性が高く、特にビットコインとイーサリアムのサポート水準を割り込むかどうか、
これが他のアルトコインにも波及する重要なポイントとなります。今日のニュースをまとめますと、XRP は SEC の訴訟終結後も短期的な下落となりました。重要なサポートラインを守れるかどうか、これが焦点となっています。同時コインは世界的な規制不透明感や利益の確定の売りで下落し、0.25 ドルの突破のきっかけを探している状況です。市場全体では、ビットコインとイーサリアムが共に短期的なサポートラインを意識しながらの調整局面に入っています。アメリカの CPI の発表が今後の相場に大きな影響を与える可能性が高く、数日の間は大きな値動きに警戒が必要です。皆さんは XRP や同時コインが次にどの方向へ動くと思いますか？コメントでぜひ意見や予想っていうのを教えていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資が主流になると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからないって方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキングの方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。